この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今日はリスナーさんの質問にお答えしていきます。ひかりさん、15歳、女性からの質問です。外国人なので日本語は下手です。申し訳ありません。かなり長い期間、キャラクターイラストを描いている学生です。なので、初心者とは言えないんですけど、描写することが難しく、それが悩みです。軽く落書きをするときには別に変な部分はなくて満足はしていますが、真面目に絵を描くとなんだかパッとしない、少し足りない絵になってしまいます。私は正直、君の絵の彩色はすごく派手だなという感触をもらいたいんですけど、理想とは違って君の絵はシンプルな彩色方法を使っているねみたいなことを言われることが多いです。直美さんなら解決する方法がわかるかもしれないので、こうやって質問してみます。ありがとうございます。とのことです。ひかりさん、ご質問ありがとうございます。自分では絵を見てくれた人に、君の絵は派手な色彩が綺麗だねと言ってほしいのに、実際に人に見せると、シンプルな絵だねと言われてしまう。人から言われる感想が自分の意図と違うから、なんだかそれが引っかかる。いやー、今回ひかりさんからいただいた質問、僕自身もものすごく身に覚えがあって悩んでいた時期がありました。なので、ひかりさんが困惑する気持ち、とてもよくわかります。というか正直に言うと、むしろ僕はこの問題自体に行き着くことができない時期が非常に長くてですね、解決法が分かったのも実は20代後半になってからのことです。おそらくですね、僕と同じように多くの絵描きの人がこの問題自体を認識することすらできずに、ずーっと長い間誰からも認めてもらえないという時期を過ごす人もいるんじゃないか。そのぐらい自覚するのが難しい問題なんですよ。ですがひかりさんはこの問題の入り口にまで今の時点でたどり着くことができた。そういう意味でひかりさんはものすごく努力されている方だなということがこのことから伝わってきます。で、今回の問題が起こっている原因は何か、もう先に結論言っちゃうんですが、それはですね、他人と自分との感覚のズレに気づいていないからです。ひかりさんはプロのイラストレーターを目指しているかどうかはわからないんですが、プロにならないまでも自分のイラストを多くの人に喜んでもらえるようになるには、ある程度この自分と他人との感覚のズレに気づいて、そしてそのズレを補正する必要があるんです。そんなのできるの？なんか難しそうって思ったかもしれません。安心してください。これには効果的な方法があります。絵について友達と感想を言い合ってみる。派手な絵を真似してみる。自分の可能性について考えてみるです。わかりやすく順番にお伝えしていきますね。絵について友達と感想を言い合ってみる。まずね、そもそも自分の感覚が他人とどうずれているかっていうのを自分で正確にわからなければ直しようがないですよね。なのでそれを自分でわかるためには、友達同士で一つの絵について感想を言い合ってみるのがおすすめです。感想を言い合うのは別に自分の絵である必要はありません。一番いいのはですね、今流行っている漫画やゲーム、アニメの絵について話題に挙げて、ねえねえ、この絵についてどう思う？私はこういうところが好きなんだけど、でもここの部分がもうちょっとこうだったら私もっと好きかもなど、正直な感想を言い合ってみるんです。そういう感想を言い合える友達がいないなら、絵についてのコメント欄を眺めてみることもいいですね。そうすると、例えば自分はすごく派手な絵だなっていう風に思っていたのに、コメント欄には繊細な絵だなんて感想が多かったりする場合があります。そういう場合、この感覚のズレが発生している可能性があるなって自分で気づくことができるっていうわけなんですね。でね、実はこれって別にあなたが他人よりも劣っているから感覚がずれちゃっているわけじゃありません。これはですね、ずれていて当然なんです。だって、例えばですね、うさぎさんと牛さんがピクニックに行くとして、うさぎさんが牛さんに向かって、ねえねえ、牛さん、ほら、大きなサンドイッチ作ったよ。牛さんにあげるってね、うさぎさんにとって大きなサンドイッチを牛さんにあげたとするじゃないですか。でも、牛さんにとったらそのサンドイッチどうでしょう？ちっさ！全然大きくないじゃんってなっちゃいますよね。自分の体に対してサンドイッチが大きいのか小さいのか。うさぎさんと牛さんでは感想が違って当然です。これ大げさな例えに聞こえるかもしれませんが、そんなことはありません。人間だとしても同じものを見ているようでも人によって全く見え方が違う。なんていうことはザラに起こるんですよ。例えば僕は昔サッカーゲームを作るチームに所属していて、その中でいくつかのサッカーゲームをする中で気づいたことがありました。
した。主に海外で作られたサッカーゲームをプレイしている時の感想です。あれなんか日本で作られたゲームをプレイしている時には感じなかったんだけど、海外のこのゲームはなんかライティングがやたらきつくて、なんか眩しく感じるな。なんでこんな風にライティングきつくするんだろうって。でもね、これは考えれば当然のことです。だって目の色素が濃い人種と目の色素が薄い人種では光の感じ方がまるで違うはずですよね。日本人のように目が黒い人種は光を取り込む量が少なくあまり眩しくは感じませんが、光が薄い人種は光をいっぱい取り込んでしまいますので、日本人よりもより世界を眩しく感じているはずです。だから白人はサングラスをしている率が高いですよね。そしてそういう人たちから見たリアルを表現すると、こんなにも眩しいライティングになるんだなってね、そこで気づくわけです。そんなの考えればわかることなんですけど、結構忘れてるんですよね。人によって見え方がここまで違うんですから、同じ絵を見たとしても感想が違うのは当たり前です。ですが、絵を使って多くの人に共感をしてもらいたいと思ったならば、一人一人みんなが違うのは当たり前なんだけど、でもその中でもみんなの感想の最大公約数に自分のアウトプットを補正していく能力っていうのは必要になってくるんですね。で、そのためには同じ絵を見て自分の感想が他人の感想に比べてどのようにずれる傾向にあるのかを分析してみることが非常に大事になってくるわけなんです。例えばね、僕の場合は可愛い女の子の絵を描くことが多いんですが、僕ね、実は最初女の子の絵を描くことがすごく苦手だったんです。というのをですね、僕、女の子の絵を見ると、見た瞬間、あ、女の子だってね、それだけでちょっと嬉しくなっちゃって、可愛いって反射的に思っちゃう傾向にあるんですが、これ他の人と比べてみると、意外とみんな可愛い可愛くないに厳しい傾向があるんですよね。僕が可愛いと思った絵でも、他の人にこれ可愛いよねっていう風に言ってみると、まあ可愛くないとはっきり言ってくる人は珍しいんですけど、微妙なね、顔されることがあったりして、あ、俺今この人と感覚ずれてるってね、認識することが多いんですね。今でこそね、斉藤直樹は可愛い女の子が描けるなんて言ってもらえるようになってきたんですが、10年ぐらい前は全く逆で、いや僕その頃も実は可愛い女の子は描けているつもりではあったんですけど、僕が可愛いと思った女の子の絵を出しても誰からも可愛いって言ってもらえなかったですし、なんなら友達にもね、直樹お前もうちょっと可愛い女の子描いた方がいいよなんて言われる始末だったんですよ。で、それを聞くたびにね、いやいやだから描いてんじゃん可愛い女の子ってね、イライラしてたんですよ。でもイライラしつつもなんとなく、俺の感覚って結構世間とはずれてるのかもしれないなって自分で気づけるようになっていったんですね。で、そのことについて注意深くアンテナを張っているとですね、新たに気づくことがあります。たまになんですが、その友達が僕が描く女の子を褒めてくれることがあって、思い返してみるとそれが決まって、僕が体調があんまり優れない時に描く女の子の絵だったんですね。なぜか。そしてその友達の感想だけではなく、他の人にも可愛い可愛くないの感想を聞きまくっていると、さらに色々見えてくることがあって、例えば女の子のイラストに対して可愛い可愛くないの判断が厳しい人って、ちょっとこう言ったらなんですけど、体が弱そうな感じの人に多いんですよ。これはあくまで僕の感想ですよ。僕の主観なんですが、そう感じたんです。で、逆にいかつい、生命力強そうな男の人に感想を聞くとですね、結構どんな絵でも可愛いっていう感想だったりするんですね。そこから察するに、これはもしかしたら自分が生命力が強い状態だと、相手に対して求めるものが少ないけど、自分の生命力が弱い状態だと、相手に対して求めるものが大きくなるのかな。それが可愛い可愛くないの判断の違いにつながっているのかもしれない。つまり自分のことに置き換えてみると、体調がめっちゃいい時には何でもかんでも可愛いと判断しがちになっちゃって、他人から見たらあまり可愛くない絵になってしまいがちなのかもしれない。だから体調がいい時に可愛い女の子の絵を描く時にはめっちゃ気をつけようという風に自分の感覚を補正できるようになっていったんですね。派手な絵を真似してみる。今紹介したのは自分と他人との感覚の違いに気づく方法を紹介しましたが、今度はより具体的に感覚のズレをコントロールする練習法をお伝えします。例えばひかりさんは色彩が派手な絵を描きたいとおっしゃっていますよね。でも他人から見たひかりさんの絵は自分の認識に反して色彩が派手ではなくむしろシンプルだと言われてしまう。
それであれば、自分の今までのやり方やこだわりは一旦脇に置いておいて、世の中でこの人の絵は色彩が鮮やかで派手だって言われている絵描きの人がいるじゃないですか。その人の絵をそっくりそのまま真似して描いてみてください。そうするとですね、多分自分の中に驚きがたくさん発生すると思います。驚きっていうか、もっと素直に言うと、こんな色使うの嫌だなっていうね、否定混じりの違和感が高確率で発生すると思うんですよ。それです。その違和感が大事なんです。今まさにヒカリさんが感じたであろう違和感の大きさ、嫌だなって感じたその分量だけ、おそらくヒカリさんの感覚は他人とずれているんですね。一応補足しておくんですが、別にずれていることが悪いって言ってるわけじゃありません。ただ単純に感覚がずれているっていうだけです。そのずれを補正するか否かはヒカリさん次第なんですが、そもそも自分がどれだけずれているのかを自分で認識しない限り、補正するかしないかも選べないじゃないですか。ヒカリさんはここでやっと気づくはずです。みんなこんなどぎつい色使いをしないと派手だって思えないんだ。私と全く違う感覚だ。そうなんです。自分が思っているよりもより過剰に表現しないと相手はそれに気づいてくれないことがほとんど。ヒカリさんが派手な絵だと思われたいとしたら、自分が思い描く派手さよりももう2段階3段階上の派手さを目指す必要があるかもしれません。そのためには今世間で派手な色使いだと評価されている作品を自分の体を通して体感してみる。これが非常に助けになると思います。ぜひ試してみてください。自分の可能性について考えてみる。さて、ここまで聞いてヒカリさんはこう思ったかもしれません。そうか。よーし、じゃあ、私が目指す派手な絵って言われるために、頑張って感覚を補正していくぞって。はい。応援しています。応援していますが、もしですね、そのチャレンジ、なかなかうまくいかなくても、あんまり凹まないでほしいんです。チャレンジする前にね、なぜこんなことを言うかというとですね、自分の長所って自分が得意だと思っていることと完全に一致しないことがあるからです。いや、逆にですね、今自分が苦手だと思っていたり、自分の短所だと思い込んでいることが、実はあなたの長所だったっていうこともあり得ると思うんですね。どういうことか。僕が大学生の時に、すごく自分の絵に対して気にしている部分がありました。僕の絵を見た人によく言われたんです。斉藤さんの絵ってコロコロコミックみたいだよね。僕はそれを聞くたびにこう思いました。ガキっぽいって言いたいのか？バカにしやがって。僕はですね、自分ではもっと深みがある絵だとか、すごい絵だとか、そんな風に言われるような、いわゆる大人っぽい絵というか、そういう感想を求めていたんですね。だけど、実際に言われる感想は僕の意図と反して、コロコロコミックみたいだねって言われる。それは僕にとって子供っぽいとバカにされているような気がして、すごく気にしていたんです。畜生、みんなバカにしやがって。もっと頑張って大人っぽい絵描かなきゃ。僕はその度にコンプレックスを感じていたんです。そんなある日ですね、大学で学園祭があって展示物を考えていた時のことです。仲間内でチームを作って1人5枚ぐらいのポストカードを売ってみることになったんですね。僕は張り切ってですね、もうすごい絵のポストカードを作って、たくさんお客さんに買ってもらうぞって思って、それでなんとか4枚は自分が納得がいく、すごい作品のポストカードを完成させました。だけど、どうしてもですね、5枚中1枚が時間が間に合わなくてですね、すごい絵ではなく、僕が気が抜けた時に描いている落書きの手癖だけで描いた変なキャラクターの絵。これを数合わせのために仕方なくポストカードにしました。友達にね、5枚は絶対に出すっていう風に言った手前、数は間に合ったんですが、でも僕は内心後悔していたんです。またこんなの出したら、コロコロコミックみたいってバカにされるだろうなって。でも実際にそのポストカードを売ってみてびっくりしました。僕が頑張って書いて、自分でも納得できた作品よりも、締め切り直前にちょっと描いた自分の手癖だけのイラストのポストカードの方が断然売れてしまったんです。みんなね、ポストカードをじっくり見てくれて、でね、これかなっていう風に手に取っていただける作品は、一番気の抜けた5枚目のイラスト。それがあまりにも続くもんだから、もうついついですね、勇気を出して聞いてみたんです。実は5枚のうち、そのイラストが一番自信がなかった絵なんですけど、なぜそれを買ってくれたんですか？そしたらですね、そのお客さんはこう答えてくれました。確かにこの4枚はすごい絵だなっていう風に思いました。でもなんかちょっと怖いっていうか、手に取るのを躊躇しちゃったんですよね。でもこっちの絵はなんかすごくスッと受け入れられて、素直に可愛い、欲しいって思ったんですよ。で、僕はですね、もうその時雷に打たれたような衝撃を受けたんです。斉藤さんの絵はコロコロコミックみたいって聞
聞いて子供っぽい絵だと自分がバカにされたように感じて、その欠点を直さなきゃいけないって背伸びして描いていたけど、でもそれはもしかしたらただのないものねだりだったのかもしれないって。実は背伸びをせずにそのまま描いた子供っぽい絵の方が自分の持ち味だったのかもしれない。それが僕の長所だったのかもしれないって。コロコロコミックみたいだって言われていたのは、別に子供っぽくてダメな絵だと言われていたわけではなく、みんなが抵抗なく受け入れやすい絵だねって長所を言われていたんだっていうことに、この時やっと気づくことができたんですね。だから僕はそれ以来は無理して大人っぽい絵にするという背伸びをせずに、子供っぽくても受け入れやすい絵で表現していくことに決めたんです。このように意識せずに普通にできてしまうことほど、自分では長所と認識できないことが多いように感じます。ひかりさんは派手な絵を頑張って習得しようとしていますが、もしかしたらシンプルな絵の方がひかりさんには合っているという可能性もあるかもしれません。このこともですね、頭の片隅にちょっと入れながら、ひかりさんの挑戦楽しんでいってください。諦めないで応援しています。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか？それと今回は他人との感覚のズレの話でしたが、ズレはズレでも新しい時代の流行りについていけない時のズレ、いつの間にか自分の絵柄古くなっちゃった問題もあると思います。そういう時にはどうやったら解決したらいいのかというと、こちらの動画。絵が古い人は〇〇〇ができていません。3ヶ月上達法の先にあるものもおすすめです。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。大事な情報を皆さんに忘れずにお伝えするためにベル通知音の設定もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。